八代将軍吉宗、大岡越前の神忠相が相次いで世を去ってから7年後の宝暦年間、江戸を中心に武蔵や相模一帯を荒らし回る盗賊がいた。桑貝の八右衛門一党である。その恐れを知らない長領跋扈ぶりに、南北の奉行所は懸命の探索を続けていた。桑貝の八右衛門、しびれるいたぜ。待つぞ親方。親方、岡村さん、わしゃるい。おい、早くおい。親方。昨夜捕まえたのは4人。2人ばかり切り捨てましたが、いずれも小粒でした。八右衛門は取り逃がしたか。岡村殿、腕の具合は？もう刀を持てぬかもしれん。だがこの腕にかけて八右衛門一党を残らずひっ捕らえてみせる。親方、今何と言いなすった？だから去年やりかけてた八王子の絹問屋をよ。万助、おめえには聞いてね八王子の佐野屋さ。それはいつ？来月。え。いくらなんでも早すぎますよ。あそこ狙うなら一から仕切り直しねえと。松尾の言う通りですよ。支度に少なくとも2年はかけなきゃ。この間の日本橋の駿河屋がうまくいってりゃこんなことは言わねえよ。役人に嗅ぎつけられて千両近い金を取りっぱぐれたんだ。佐野屋から何が何でも盗み取る。無茶だ。承知さ。血を見ることになりますよ、親方。背に腹は変えられねえがな。そいつはいけません。人は殺されて掟を親方自ら破るつもりですか？そんな無理押しのお務めはダメでござんす。この世知辛い当節、お前らの言うようなお務めをしてたんじゃこっちの喉が干上がっちまうよ。だが親方の決めなすったことにいなやはねえ。九六の言う通りだ。どうです清五郎殿。まあ今日のところはこれでお開きということで。親方は変わりなすった。今じゃあ子飼いの俺らより万助だ。あれだけ危ねえ橋を渡って助けてきたのは俺たちじゃねえか。ああ、このままじゃ八右衛門一党はただの下道になり下がるぜ。駒吉に松蔵、前々から親方に対して意見なぞぶってたが、このところ図に乗りすぎてんじゃねえか。ああ、この前役人から親方逃がしたのを鼻にかけて傘にかかって親方に意見だ。
まるでてめえらが親方気取りだ。ひょっとしたらあいつら親方になり変わろうって腹じゃねえか。その3日後であった。どなたで？俺だよ、松蔵だよ。なんだい今自分に。いやそりゃねえだろう。呼び出したのはコマさんだ。知らねえ？松田、部屋に入ってこうせろ。まさか。どういうつもりだ。お前ら二人とも邪魔だ。親方、お前らの小賢しいのが鼻につくんだよ。万助とあったか。あいつらやっぱり隠し金盗み取っていきやがった。金はいくらあった？800両はくだらねえ。しゃあ！江戸を捨てた2人は上方をさまよっていた。このまま2人じゃ足がつきやすい。この辺りで別々に生きようじゃねえか。ちょうどあそこが追い分けだ。俺は右に行く。それじゃ俺は左。別れたらこれからは赤の他人だ。そうだな。どんなことが起きても恨みっこなしにしよう。どこか道で行き合っても知らねえもん同士だぜ。分かってるよ。じゃあ。盗賊桑貝の八右衛門の名前も一党の中で起きたいさかいも時の流れの中に埋もれていった。ありがとうよ。ありがとう存じます。24もいただきます。じいさん、やめろ。金がねえ。飯代はいいから、その子話せ。兄返してくれよ。分かった分かった。分かった。およ。表通りかかったら茶碗の割れる音が聞こえたもんだからな。飯代もねえ上に金までゆすりやがって。
ご足労おかけします。食い逃げだって？しょっぴいてくる途中で倒れやして。じいさんか。さっき医者に見せましたら胸やら何やらあちこち病んでるようで。まるでボロクズだな。飯屋じゃ力振り絞って包丁を掴んだものと思われやす。口は聞けるのか？名前を聞いたら96と長年の無宿のようです。どうぞ。おう。で盗賊改め方の俺に何の用だ？食い逃げは奉行所だろう。実は以前北町奉行所に岡村様という同心がおられました。岡村久兵衛様と申されて15年目に亡くなられたんですが、長いことうちの親父を懇意にしていただきやして。おう、伊佐治さんと？岡村様は生前ずっと江戸近辺を荒らし回る桑飼いの八右衛門一味を捕らえることに執念を持っておいででした。桑飼いの八右衛門？桑飼いの八右衛門、しびれるいたぜ。松蔵、親方。よし、間違いも。捕獲に向かった日本橋の両替屋で腕を切られ、その上取り逃がしたことでさらに執念を燃やされたと聞いておりやす。くそー。岡村様が亡くなる直前、うちの親父に託されたものがございます。何としても八右衛門一味よと書き記された執念がこれでございます。親父はあっしにおめえも岡村様の意思を告げって言い残して死にやして、岡村様が捕らえた八右衛門の子分から聞き出した一頭の名前と年、姿、形の覚書です。立場の96？もしかしてこのじいさんじゃねえかと。いや、しかしこのざま。頭の八右衛門は35年も前に駒吉と松蔵って子分2人に殺されて、その後高根の万助ってのが2代目を継いだってことまでは分かってるんですが。おめえ桑飼いの八右衛門の一味だった96か。桑飼いの2代目はどこにいる？今頃どこで何しているやら。この前見た。誰よ？間違いねえ。昔の仲間か？足の額に傷つけやがった駒吉の野郎。駒吉？黒坂の駒吉。駒吉見たのはいつだ？昨日だ。どこで？あったのは。おい96！この駒吉ってのが江戸にいるのか。ともかくこのことは長谷川様にお伝えせねば。しかし生きてるとしてもかなりの年ですぜ。井筒屋さんの品々はいいものばかりで目移りしてばかり。はい、何しろわざわざ京の都から取り寄せたものばかりでございますから。番頭さんならどれおすすめ？そうでございますね。お嬢様にならもどれもがお似合いでございますよ。ありがとうございます。お関係だよ。はい、どうぞ。ありがとう。はい、これは。ありがとう。はい。せしめられましたね。おかえり。おかえりなさいまし。おかえりなさいまし。もう3組目。
初馬だ、しょうがないさ。話は分かったよ、とっつぁん。じゃあ受けていただけるんで。ああ、受けよう。手付けの30両です。やっていただけますか。手付けが30で殺せば100両です。頼んだやつはそいつを殺してしまわないと100両の金が手に入らないということか。まあそういうことだろうがね。金目当てか。どうです。まあ他ならね、赤不動の親分の頼みだから今度だけは引き受けようが、以後は先に半金後に半金という定めは守ってもらいたいな。分かってますよ。座禅豆、大物、煮物、味噌、豆。やっぱりそうだ。久しいね。吉松、お前先にお帰り。へい。生きてたか。小判さん。松尾殿。江戸にいなすったかい。15年ほど前からね。で、松尾殿はこっちも似たようなもんだい。水に馴染んだ江戸が恋しくてね。ああ。大層立派にご覧なすったが、駒さん、今は？今の身の上についちゃ互いに打ち明けるが、昔盗賊の務めをした者の情報だよ。ちげえね。忘れていたよ。顔を合わせても黙って別れよう。これが35年前の約束だ。だがつい懐かしくなっちまってかよ。まあいいわさ。お、久しぶりに昔の駒吉と松蔵に戻ってどこぞで一杯やってきれいに別れようじゃないか。盗っ人をやめたいだと？ああ、盗賊やめてどうやって食いつなぐんだよ。他に何か手に職でもあんのかねえ。今やめたってろくな生き方はできねえぜ。くそー、勝手気ままてめえの裁量一つでのし上がれる家業に入り込んだのによ。その通りじゃねえか。違うじゃねえか。危ねえ橋渡って盗み取った金の大方を親方に吸い取られてら、これじゃあ盛ん見習いの時と同じじゃねえか。それもこれもてめえが親方になるための修行だ。
修行すりゃ親方になれんのか。なれると思うや。勤めにも張り合いが出るだろう。いつか金貯めて、そして落ち着くんだよ。俺はいつまでも待てねえよ。いつか盗みなんぞしなくともいい暮らしをするための稼ぎ時だと割り切りゃ、不平不満も少しは我慢できるんじゃねえか、松田。世の中よくよく下の者はいつまでもつれえ目に遭うようにできてやがる。このしじみはうまいね。ああ、このうずらの木の芽焼きもなかなか。あん時は先々駒さんとこうやって差し向かいで飯を食うなんざ思いもしなかったよ。うん。それこそ35年前だ。え？桑貝の親分をしつこく追ってた北町の同心がいただろう。ああ、ちらっと聞いたことはある。風の便りにその同心が死んだと聞いたんで江戸に戻ったんだよ。しかしよく腰を落ち着けたね。俺に盗人やめるなと説教した駒さんがとうに仇になってたとはね。松蔵殿は今も危ない橋を渡っているのかい？昔かぶった泥水はなかなか落ちねえもんだよ。うん。このところ盗賊改めの長谷川何が知ったのがなかなか切れ者らしいから、まあ気をつけるこった。鬼の平蔵と呼ばれてるらしいな。駒さん、お前さんこの近くにお住まいかい？まあね。いや何も詮索じゃねえんだ。松村町に井筒屋って小間物屋があるそうだが知っておいでかと。井筒屋さんね。ご存知かい？付き合いはないが店の名は知ってるよ。そこの主人の徳兵衛って人はどういう人だろうね。さてね。松尾殿、その井筒屋がどうしたんだい？井筒屋の徳兵衛を殺してくれと頼まれてるんでね。いや殺すのは俺じゃねえ。こっちはただの橋渡しでね。さあ。松尾殿、その井筒屋ってのは悪い男なのかい？いや悪いのはいけねえ。いくら昔なじみの駒さんでも裏の裏は言えねえよ。ああ、そうだね。お気をつけて。じゃあ今度こそこれっきりだ。今度会うのはあの世かね。達者でな。駒さんも。
旦那様。宗次郎。まだいたのかい？はい。帳面付けを。ああ、いい匂いだね。おやすみ。おやすみなさいまし。井筒屋の徳兵衛を殺してくれと頼まれてるんでね。お帰りでしたか。今お茶を。旦那様。どうしなすった。あ、いや。いや、殺すのは俺じゃねえ。こっちはただの橋渡しにね。旦那さん、具合でも悪いんですか。どうして？ここ4、5日一度もお出かけになってませんよ。ここのとこ食が進みませんね。そうかね。外に出かけることもないし。いけませんよ、引きこもってばかりじゃ。いつもなら寄り合いだの芝居だのって。そうなんだけどね。井筒屋の徳兵衛を殺してくれと頼まれてるんでね。宗次郎。はい。今日星川の佐竹様にお届けがあったね。はい。今用意しておりました。すまないが星川にはお前が言っとくれ。
旦那様。行きたくないのかい？いえ、ですが佐竹様にはいつも旦那様が。そうなんだけどね。どうした？いえ。いらっしゃいまし。いらっしゃいまし。いってらっしゃいまし。どうぞ。お出かけで。そこのお稲荷さんにお参り。火の用心さっしゃりゃしょ火の用じゃあ頼みましたよ。どちらへ？ちょいと本願さんまで。ああ、いってらっしゃいまし。旦那さんはどちらへ？そこの本願寺らしいです。じゃあ私もちょっと京橋まで行ってこようかしら。宗次郎。旦那さんがずっとうちにおいでになるからもうやきもきしてたんだよ。宗次郎、こんなところでおやめたら。もうさ、もう宗次郎。思う。すいません、私今夜は。私が死んだらお前どうするつもりだい？どうしてそんなこと？私もいい年だ。いつお迎えが来るかもしれない。気になるのは井筒屋の始末だ。いきなり飽きないよと言われてもお前だって戸惑うばかりだろう。ええ。だから番頭の宗次郎を養子にしようかと思ってね。謝っちゃいけませんよ、旦那さん。何が？宗次郎を養子になんて私は嫌ですよ。
嫌かい？ええ、困ります。困ることでもあるのかい？そりゃだって年だって大して違わない宗次郎におっかさんなんて呼ばれたくありませんよ。へえ。なんですよ。宗次郎じゃ嫌なのかい？宗次郎を養子にと言いなら私はここにはいられませんよ。分かったよ。あさって赤坂の佐々木様へ宗次郎を連れて行く時、養子の話を切り出そうと思ったんだが、お前の気持ちを聞いてよかったよ。あさって。ああ。本当によかった。どちらへ？増上寺へちょっと旦那さんには言ってあるから。では私どもはこれで。冷えるな。ちょいと体温めていこうか。では私は一足お先に。まあいいじゃないか。それと何かい？早く戻ってすることでもあんなかい？いえ、何もそんな。いえ、私が。まあ頂戴します。若いってのはいいね。肉の張りが違う。羨ましいよ。どうしたい？いえ、旦那さんが何かを話して回るのかと。そんな心当たりでもあるのかい？いえ。どうだい？帰りには一つお前が旦那、私が番頭、そういう思考でいこうじゃないか。うん。つまりさ、私がその荷物を持ってお前が私の羽織を着、傘をかぶって大威張りで行くのさ。どうしてまたそのようなことを？いや、ただの座興だよ。戻ったらおもんがびっくりするよ。いかがです旦那？よろしいございます。おいおい、それじゃいけないよ。分かったよ、徳兵衛。呼び捨てに。分かったよ、徳兵衛。おお、そうそう、それでいいんでございますよ、旦那様。まあ旦那は一足先にお行きなさい。私はここの勘定を済ませますから。
宗次郎。旦那さん。宗次郎は死んだよ。旦那さん。佐々木様の帰りうなぎ屋で軽く飲んだ。そこを出た先で何者かに切られて、亡骸はお調べの後明日お酒を渡し出すそうだ。身内のいなかった宗次郎は徳兵衛の計らいで近くの寺に葬られた。井筒屋の徳兵衛さんで。はい。あっしはお上の御用を務める清蔵って言いやす。何か？仏さんのことでちょいと話を聞きてんだが。盗賊改め方の井原だ。何？人違い？切られたのは番頭の方だよ。それで何怒鳴ってんのよ。引っ込んでる！はいはい。仲立ちにちゃんと徳兵衛だって言ったのか？言ったよ。その仲立ちに寝ぼけたんじゃないのか？確かめに行ってみるよ。けどまあ番頭が徳兵衛の養子になってなくてよかったぜ。徳兵衛殺しても井筒屋の寝台そっくり養子に渡ったんじゃ俺たちの取り分はねえからな。なるほど、座興ね。そういうことかい。いや、いい羽織に傘まで。そいつがちょいと合点がいかなかったもんでね。あ、さようで。亡骸の刀傷を見たが人たちで息の根を止めてたよ。かなりの腕前だ。江戸の裏側には金で殺しを請け負う家業があってね。へえ。いや、本当はおめえさんが狙われたんじゃねえかとさ。どうして私を？そら知らねえ。私には心当たりはありませんが。だろうね。いや、商人仲間も隣近所で聞いても井筒屋さんを悪く言う者いなかったよ。お調べに。気を悪くしないでくんない。あ、いえ。清蔵。ご苦労だったな。気をつけるんだな。人違いと分かったらまた狙われるかもしれねえ。松戸さん、これは一体どうなってるんでしょうね。おきみ、俺お前
前さんから聞いた通り向こうに伝えたよ。行き先も投資学校も。だったらなんで旦那は生きてるんですよ。松戸さん、ありがとうございました。ありがとう存じました。またのお越しを。旦那さん。分かった。駒さん。俺に落ち度はない。ですが二人は年も離れてる。顔を確かめりゃどっちが徳兵衛か。あいにく辺りは日暮れ時だった。だから傘と羽織を目印に。聞いたところ、あの日徳兵衛は座興で番頭となりを取り替えたようで。バカな。こりゃあ徳兵衛は気がついてやがるね。だとしても近藤さんが顔を確かめなかったのはしくじりですよ。後金はお渡しできません。殺しを頼んだのは誰だ。それは言えません。これは決まりでね。たとえ相手が気づいておってもやり直すぞ。ですがね、近頃鬼の平蔵の盗賊改め方も目がうるせえしな。まあ面倒なことだけは。徳兵衛を殺して後金の100両はもらう。お前なんで亭主殺して。男か、井筒屋の寝台か。仲立ち人は詮索しないのが約束だろ。あの日番頭を切ったやつはこっからおめさん方をつけたんじゃねえな。こっから赤坂まで行く間には人気のねえところもある。やろうともや途中でもやれたよ。番頭を切ったやつはおめさん方の行った先で待ってたんじゃねえかな。はあ、しかし。行き先は誰々知ってたね。はい、棚のもとお届けする旗本の佐々木様。棚の者とお尋ねする旗本の佐々木様ね。あれは？こっち見てるが。あ、女房でして。若いね。たかだか15年だってのに大層なお得意がついてるようだね。おかげさまで。いい顔してるよ。若い女房もモテるはずだ。おからかよ。じゃあ。
いい男。あれから35年とすりゃ今年60。なんですよ、そんなところで。驚くじゃありませんか。うん、ちょっとね。おまんまにしますよ。思う。はい。お前どこの生まれなんだい？いきなりなんですよ。知らないんですよ。生まれついてのみなしごですから。これ一つで親に捨てられたんです。旦那さん？いや、お前のこと何にも知らなかったからね。市ヶ谷八幡の境内に錣屋という水茶屋があった。徳兵衛はここでお門を見初めたのであった。あら、井筒屋の旦那。お一人ですか？うん。おもんちゃんの女房ぶりはどんなふん？いや、よくやってるよ。お茶入れますね。ああ。そういや、あれかね、おもんはここへ来る前どこにいたのかね。いや、いいんだよ。いろいろあるのを承知で女房にしたんだから。はっきりとは知らないんだけど、芝の方の水野ってお医者の5歳だったとか。どうぞ。ありがとう。先生は前のおかみさんに死なれてしばらくは独り身でしたが、3年前若い女を後添いになさいまして。ああ、なるほど。噂だとその女、先生が馴染んだ田町の岡場所の女だっていうからね。で、先生が亡くなった後、それが土地の遊び人に入れ上げて、その男に有り金残らず吸い取られて、挙句は四谷か市ヶ谷の水茶屋へ。遊び人ね。船松の権太郎ってやつで。権太郎ってあの権太郎かい？ああ、船松の。ああ。その権太郎におもんっていう女いたかね。さあ、あの男には女いろいろ。おもんね。あ、いたよ。妙に色っぽいのが。この前も権太郎とここに来たよ。おめえ思うんじゃねえか。ご公稲荷の絹屋にいた思うんだろ。おめえ医者の後添いになったって聞いたぜ。おい、
俺の女に何か言うかい。あの女はどうせ権太郎の金づるだろうさ。いやー、なんだってあんな実のねえ男から女は離れないのかね。あ、これかと。五光稲荷ってのは田町ですよ。旦那、行き先に当てはあるのかい？いや、絹屋は知ってるかい？なんだ、知ってるじゃねえか。おう、あれが絹屋の親父だ。今日は朝からどこへ？お前親を恨んだかい？お守り袋一つで捨てた親をさ。私親の顔知らないから恨みをどこにぶつけたらいいかも分かりませんでしたよ。わかるよ。私もみなしごでね、物心ついた自分には同じ身の上の子供たちの中にいたのさ。代々商人じゃ。違うんだよ。50を前にやっとモテたお店さ。随分と泥水も飲んだ。ところが50を過ぎて60に手が届こうかって頃に日に日になんだか虚しくなってね、ここのところにぽっかり穴が開いてることに気がついたんだよ。ああ、私はこれまで身内ってものを持ったことがなかったんだなって。それが穴でそこのところをスースー風が通ってるんだってね。身内のぬくもりは女房のぬくもりだ。一晩いくらで買う女じゃない。そのぬくもりが欲しかった。私？市ヶ谷八幡の水茶屋で初めてお前を見た時、何としてでも女房に欲しかった。お前どうして私の女房になることを承知してくれたんだい？私、冬場のこんな風の音嫌い。
泣きたくなるくらい寂しい音だもの。うん。小さい自分、ねぐらはいっつもお寺や神社の床下。たまに知り合いの姉さんの小屋に泊めてもらったんだけど、姉さんの稼ぎ時は夜、眠れなくって。一人膝っ小僧を抱えて姉さんの帰りを待って、このまま凍えて死んでしまうんじゃないかって怖かった。ああ、風の音は怖かった。今はお前に去られるのは怖い。まあおいでなさいまし。ちょっと増上寺へ。夕方には戻ります。いってらっしゃいまし。ちょっと誰か来たんじゃないのかい？誰だよ。お取り込み中悪いね。なんだ。お前は出てお行き。なんだよ。何しやがれ。おい、いいからちっとの間外に出てね。でどうした？井筒屋の旦那殺すのもうやめよう。何を？仲立ち人の松蔵さんにそう言うよ。ちょっと待てよ。おいおいおい、徳兵衛さえ死ねばよ、700-800の寝台がそっくりお前に転がり込むんだぜ。そのお金であんたどうするつもり？どうもこうもおめえと半々にする約束だろ。あんたには他に女がいるだろう。いや、あれはよ、私金はもういいんだよ。思う。何？てめえ。勝手な真似されてたまるか。あた死んだら井筒屋の旦那さん殺してもあんたに金は渡らないよ。
私の血あったかいんだ。本番。誰だおめえ。おもんの後ろで糸引いてたのはおめえか。おめえ。昔おもんを抱えてた杵屋の松蔵だよ。じじいてめえ。これでも昔はクイナの松蔵と呼ばれた男だ。てめえじじい呼ばれされる。殺しを頼んだ当人が死にましたので、徳兵衛殺しはなしにしてもらいて。承知した。主の松尾。夕方出たままですけど。何？宮様。松。あ、親分。仏さんの。ああ。浪人か。おう、とりあえず番屋運ぼう。おい、手貸してくれ。旦那様、目明かしの製造親分がお見えですか。お通しして。はい。どうぞ。線香の一本でもと思ってね。恐れ入ります。しかし一つ屋で立て続けに二人も仏出すなんてな、珍しいっていうか妙っていうかねえ。まことに。こんなこと言うな酷なようなんだが。はい。田町の同業に聞きゃ、おかみさんは同じところで殺された権太郎って男の色だったようで。知ってますかい？いえ。
そうかい。おかみさんは男に殺され、その野郎は昔おかみさんを岡場所で抱えてた杵屋の主に殺された。まるでからくりだ。おみさん、杵屋の主知ってなさるかい？松蔵ってんだがね。いえ、一向に。権太郎の野菜にいた女が言ったってんだが、松蔵はこう言ったらしいよ。これでも昔は杭名の松蔵って言われた男だって。俺はその名前に聞き覚えがあってね。昔うちの親父が世話になったお役人が桑飼の八右衛門って盗賊一味を追ってなすったのよ。杭名の松蔵はその子分の一人だ。もう一人黒塚の駒吉ってのと二人して頭の八右衛門を殺してずらかったのが35年目。用として知れなかった名前がこのところポツポツとこう耳に届いてきてね。杭名の松蔵に立場の96なんざこの間黒塚の駒吉を見かけたって言って死んだがね。どうやら駒吉も江戸で生きていてどっかで松蔵とつながってんじゃねえかって俺は思うんだよ。親分、どうしてその話を私に？そうだな。どうしてかね。じゃあ俺はここでいいよ。どこ行く？今日の都に仕入れに。すると経理は？そうですな、一月のちかと。生かしていいんですかい？これだけの寝台だ。投げ出すわけはねえ。松蔵の行方はその後ようとして知れず、徳兵衛もまた二度と江戸に戻ることはなかった。この後2人に落ち着く場所が見つかったかどうか、それは誰も知らない。